これは米ぬかっすね。クジラに味が染みているかと思いますので、剥いてからミンククジラというクジラの皮っすね。これね、クジラの皮って基本的にはね、油の塊で、この辺ねちょっと繊維質ではあったり皮がついてたりするんですけれど、ミンククジラ使って、クジラの皮の味噌漬けを作りたいと思いますと。そのまま茹で始めてもいいんですけれど、クジラの皮ってね油分の塊なので味がね非常に入りづらいと。それに加えてね油独特のこのなんていうのかな、臭みもあるので結構しっかりめに塩を振って、でこのままね30分ほど置いて、臭みと水分を抜きますと。でこれね塩の量はもう気にせずガンガン強めにね塩をしてしまって大丈夫ですんで、多少ね味は入るっちゃ入るんですけれど、油の塊なので味はまず入らないと思った方がいいですかね。表面のね水分を抜くっていう意味合いが強いですかね。ということで、このままね30分ほど置いておきますと。30分ほど経ちましたと。見た目にはねあまりわからないかもしれないんですけれど、うっすらと水分が抜けてくるかと思いますんで、こうなったら一度、水で洗い流しますと。はい、そうしましたらここから茹でていくんですけれど、これは米ぬかっすね。野菜を茹でる以外で米ぬかを使う機会ってないと思うんですけれどね、こういう油の強いものを茹でるとこの水面に油が大量に浮いてくるじゃないですか。そういう場合はね意外と米ぬかで茹でたりもするんですよね。あとこれはお塩ですね。豚の角煮なんか作る時もね下茹での際に米ぬかで茹でたりなんて、米ぬかとお塩を加えたお湯が沸騰しましたら、このクジラの皮を下茹でしようかと思います。でこれ茹でる時間はねだいたいね40分程度、厚さにもよるんですけれど十分に火が入って、で10分程度茹でるだけで火は入るので食べられるは食べられるんですけれど、僕はねこれ10分茹でただけだとね若干油が強く感じるので、しっかりね油を抜きたいということもあって、40分程度ね、茹でるようにしています。でこれね油なので当然水面に浮いてきてしまうので紙蓋をしてで茹でていきます。40分ほど経ちましたと。そうしますとこれね、見ていただければわかると思うんですけれど、結構ね油が水に溶け出してきますんで、そしたら、一度ねこのクジラの皮を水に取りますと。これねなんとなく油なのでブルブルにね柔らかくなるイメージがあるかと思うんですけれど、こんな感じでねちょっと伝わるかわからないんですけれど、結構ね肉質は硬い感じになるんですよね。一度水に取りますと、水に取りますと、こういったね状態になっているかと思いますんで、若干分かりづらいは分かりづらいんですけれど、この辺はね繊維質で硬くて、この辺が油で、ここがねクジラの皮と。このねクジラの皮に関しては手でね簡単に剥くことができるんで、この皮ごと食べても美味しいは美味しいので、食感を残したい方はこの皮を残してもいいですし、ちょっと気になるなって方はこういった形で、剥いてから食べればいいんではないでしょうかと。これもね好みによるんですけれど、これね茹で時間を短くしてここのね筋っぽい部分、この繊維の部分をそぎ取ってこの脂身だけ食べるっていう食べ方もあるんですけれど、僕はねこれね脂身だけだとね若干ねくどく感じるので、この繊維質も一緒に食べたいんですよ。これ40分茹でただけだとこの部分はねまだまだ硬いので、ここからね水でさらに
40分から1時間程度繊維質の部分が柔らかくなるまで、茹でようと思います。で2回目ね茹でる時は米ぬかはいらないので、お塩だけ加えてで、そのまま、茹でてくださいと。水で茹で始めて1時間ほど経ちましたと。そうしますとだいぶねクジラの皮も柔らかくなってで適度にね油も抜けてと、いった状態になるかと思いますので、そうしましたらここからね味噌漬けにしていこうかと思います。使う味噌は俺、赤味噌っすね。赤味噌にこれ酒粕ね、酒粕を合わせてちょっとねこの酒粕の香りと赤味噌のコクとで、クジラの皮を漬け込もうかなと思いますと。これね甘いのがお好きでしたら砂糖を加えてもいいですし、あとね酒粕がそのままだと硬すぎるなんて場合もあるかと思いますんで、その場合はね、お酒だとかみりんでちょっと伸ばして合わせ味噌を作れば良いのではないかと。ここから漬け込んでいくんですけれど、こういうペーパーでこうくるんで漬けてもいいんですけれど、こちらの皮は油が強くて味がねなかなか入らないんですよ。ペーパーなどをね使わずに今回はねもう直接こういった形で、味噌を塗って、もう味をねしっかりと入れてしまいますと。でこれ別にねこう容器に入れてもいいですし、適当な大きさのこの容器がなければこういった形で、全体をねしっかりと包み込みましたら、これをね直接ラップでくるんでしまうと、こんなね方法もありますよ。結構ねこのクジラのね皮自体が大きさがあるものなので、なかなかね適した容器が家庭だとね見当たらないなんて場合は、こういったペーパーで包んでしまう方法もありますよ。容器があればもうこれね直接こうポトンと漬け込んでしまってもいいですしと。だいたいねこの状態で2週間ほど、味を入れていきますと。もちろんねこれ途中でこまめに上下を返したりだとか、味噌からはみ出てしまって空気に触れてる部分がないかとか、そのあたりはねちょっと面倒を見なければならないんですけれど、はい、ということで、このまま2週間ほどね、冷蔵庫で保存しようかと思いますと。これねなるべく空気は抜いた方がいいので、だから最初のうちはね朝晩しっかりこう上下を返してたりだとか、こう揉むとね味噌が当たっているかどうかわかると思うので、多少ね面倒を見るようにしてくださいと。はい、2週間経ちましたと。こういった形で、しっかりとクジラに味が染みているかと思いますので、周りの味噌を、よく切りまして、あとは切って食べるだけと。もし2週間でこの色づきだとかあと少し食べてみて味が薄いようでしたら、もう1週間2週間追加で、味噌に漬け込んで好みの味になってからお召し上がりくださいと。食べ方としては非常にシンプルでして、薄くスライスしてからしや一味などの薬味を添えて食べるだけと。でこれね見てわかる通り油ですので、一度にねそんなにたくさんの量を食べるものでもないのかなというところで、少しずつねおつまみとして、お酒などと合わせて召し上がるのが良いのではないかと思いますんで、クジラもね海にはいますけれど一応哺乳類ではありますんで、あまりね食べ過ぎるとおそらく胸焼けを起こすかなと。ちょっとずつねお酒のおつまみとして召し上がっていただければということで、本日は、クジラの皮の味噌漬けの作り方を紹介いたしましたと。そんなにね多く流通する食材でも
ないのかなとも思うんですが、見かけた際のね参考になりましたらと。以上でございます。